構築とは個々のカードではなく役割で組むことだ。その恒例が青赤だ。役割？質を作り、投資、倍化する。たったそれだけで勝ち筋が出来上がる。青赤アグロは速度よりも選別された手札の精度こそが勝敗を決める。手札の質を高め、その質を確実に打点へ変換する戦術。それこそが手札の質で殴る青赤の戦術だ。なるほど。その流れを最も体現するのがこの海の暴れん坊というわけだね。そういうことだ。海の技は今ハウラー船長。不要牌を捨てればパワーが上がり、攻撃を通すだけでカードを引く。手札の質が自動的に上がる統率者だ。質の改善が攻撃に直結していくわけだ。だが重要なのはハウラーが強いという話ではない。戦術としての構造が強いのであり、ハウラーはその例として理解しやすいだけだ。青赤の強みの一つは質を整える手段と質を通す手段が噛み合うこと。質を整えるとはルーティングなどで手札を回転させることだ。質を通すとはブロック負荷などの回避能力の付与、さらに質を倍化するコピーという戦術も備えている。これらを通じて攻撃の内容を安定させ、リーサルの精度を飛躍的に高めるのだ。では本題に入ろう。質で殴る戦術を支えるのは役割だ。どのカードが入るかより、どの役割を誰が担うか、そこが最も重要だ。実際の採用カードを例に説明しよう。まずは質を整えるパーツだ。青赤のルーティングは不要牌を切り捨て、必要札だけを手元に残す。この戦術の根幹ともいえる動きだ。基本となる呪文を紹介しよう。信仰なき者あさり、言わずと知れた。基本の選別カード、わずかなマナで使える札だけを残すという動きを確実にこなす。大慌ての創作、インスタントで質を整える。構えを維持したまま不要牌を捨てられるのは大きい。また生物や置物には継続的にルーティングできるという利点がある。マーフォークの物あさり、ルーティングを行うクリーチャーの基本形だ。手札の質を整え、後続の展開を滑らかにする。ただしこの枠は上位互換が多く、役割として誰が入るかが本質だ。これらは質を整えつつ攻撃に寄与する役割を担うカードたちだ。どれを採用するかはデッキの方向性次第だが、質を高めて打点へつなげるという仕事は共通している。ハウラー船長の場合はアンクタスが特におすすめの1枚だ。次にクリーチャーではないカードも紹介しよう。密輸人の回転翼機、クリーチャーの基本形だ。軽量で攻撃に絡みながら手札を整えられる。特にモガーダンのカナドコはおすすめだ。自分も相手もカードを動かすが、捨てることがメリットになるのはそうなるように構築している側だけだ。回避手段、爆発札を探しに行ける優れたエンジンでもある。そして大量に手札を入れ替えるカードも紹介しよう。トレイリアの風、大量に捨て大量に引く手札総入れ替えの基本形だ。こうした大量交換形はハウラー船長と特に相性がいい。捨てた枚数だけパワーが膨れ上がるため、質を整える動きがそのまま一撃の破壊力に直結するのだ。なるほど。手札の質を上げる動きが打点と回避の両方を同時に支えるわけだね。次に整えた質を通すための手段について語ろう。殴るデッキは質を整えるだけでは勝てない。攻撃を通しダメージとして結果を出すところまでがセットだ。青赤ではこの通す力は大きく3つに分かれる。1、打点を上げる。2、打点以外のダメージ源を持つ。3、回避能力によって通す。この3本柱だ。まずは打点を上げるカードの例だ。略奪する青ざめ。手札を捨てた分だけサイズが上がる。ルーティングと自然に噛み合い、整えた手札がそのままパワーになる典型例だ。そしてこの枠には質を整えると質を通すを兼ねるカードが多い。例えば海洋の執事長、インティ、引いて捨てる動きから攻撃の質そのものを上げる働きをする。さらに打点強化はクリーチャーだけでなく装備品という選択肢も存在する。これらは素直にパワーを底上げする。次に打点以外のダメージ源を生むカード例だ。溶岩族の砲兵、手札を捨てるたびにダメージが飛ぶ。ルーティングがそのまま火力に変わる。最も分かりやすい2つ目の打点だ。この枠も同じように質を整える役割を兼ねるカードが多い。質を動かしながら打点以外のダメージを作る2方向の圧力がかかるのが強みだ。そして3つ目が最も重要だ。攻撃を通すための回避手段。いかに質が高くともブロックされては意味がない。一つはブロックされないクリーチャーを用いるという手段だ。
例えば後輩の工作員、最も分かりやすい避けられない一撃の担い手だ。またトランプルや飛行を付与するというのも有効だ。例えばロケット推進ゴブリングライダー、いずれも質を打点へ確実に変換するための手段だ。これらに加えて完全にブロックできなくする手段もある。街の鍵、ブロックされないだけでなく捨てるたびにドローが発生する、つまり質を整える役割も同時にこなす。青赤戦術との噛み合いが抜群の1枚だ。またここで挙げた3つの役割全てをこなせるカードがある。空雨の乗り手ブラーリン、手札を捨てるのに反応してパワーを上げながらダメージを飛ばし、サメにトランプルの付与もできる。複数の役割に部分的に触れるタイプで、今回の大赤戦術と相性がいい。つまり手札を整え、通す手段を揃え、場合によっては別ルートの打点まで作る。実に青赤らしい柔軟で鋭い戦い方だ。その通りだ。いい札だけを揃えたならそれを確実に通す段取り、そこまで計算してこそ勝利は近づく。最後に質を増幅するための手段について語ろう。この青赤の戦術が持つ爆発力はここに集約されている。質を選別し、質を通す下地を整え、質を倍化する。この3段階が揃うと一撃が桁違いの威力に化ける。まずはコピーによる誘発回数の倍化だ。青のカードには伝説でないコピーを生成するものが多い。これによりハウラー船長の誘発が2回になる。例えば火の分身、伝説でないコピーを作る典型例、選別から誘発の流れが二重化されるため、パワー修正、ドローの両方の誘発が2倍になる。コピー戦術は青の一大特徴だ。カードの質を倍にし、攻撃の内容そのものを押し広げる。次に赤が得意とする再戦闘だ。追加戦闘を行えば攻撃誘発の機会がそのまま2倍になる。これは青赤における質の連打を可能にする。代表例は今を生きる。最小のコストで追加戦闘へ移行できる。少ないマナでドロー誘発の機会を増やすことができるぞ。単体のパワーを上げて殴るハウラーとは戦術的相性が特にいい。赤の再戦闘は質を倍化すると同時に勝負を一気に決める爆発力を提供する。そして最後に色に依存しない万能の誘発倍化としてうろつく玉座を上げよう。指定したクリーチャータイプの誘発型能力をそのまま倍にする。青赤の質で殴る戦術全体を底上げする1枚だ。攻撃、ドロー、どんな誘発でも等しく恩恵を受ける。玉座は青に寄せる必要も赤に寄せる必要もない。誘発倍化の汎用枠として採用候補に上がる。構築論としても最も扱いやすい類のカードだ。つまりこういうことか。青がコピーで質を倍にし、赤が再戦闘で誘発を倍にし、無色の玉座が全体の底上げをする。質そのものを増やして殴るというわけだね。その通りだ。質を作り、質を通し、その質を倍にする。ここまで組み上がれば青赤の攻撃は単なる一撃ではなく構造化された爆発になる。最後に本動画では主題として扱わなかった補助枠についても一言触れておこう。ここから先は戦術を支えるための枠であって戦術そのものではない。まずこの戦術での墓地利用は質を動かした結果として自然に墓地に落ちる札を軽く拾う程度にとどめるのがいい。主軸に据えるほどではないが質の循環を滑らかにする補助にはなる。次に汎用支援カードだ。カウンターや除去などの基本枠はデッキの安全装置として最低限確保しておきたい。ただし補助するための枠であり戦術の核ではない。マナ基盤については特筆することは少ない。事故を起こさないための基本は抑えるようにしよう。要点はこうだ。本デッキの勝ち筋は前述の3本柱であり、その他の枠はその根幹を支えるための補助に過ぎない。主題さえ見失わなければ青赤の手札の質で殴る戦術はいかなる構築にも応用できる。以上が青赤における手札の質で殴る戦術の全容だ。質を作り、質を通し、質を増幅する。この3つが揃った時、攻撃は偶然の一撃ではなく必然として積み上げられた構造的な勝ち筋となる。つまりハウラー船長はこの戦術を分かりやすく示す例に過ぎないというわけだね。その通りだ。ルーズベルト君、個々の統率者が強いのではない。構造が強い。それが構築の真理だ。故にこの原理は青赤のさまざまなデッキに応用できる。構築とは個別のカードの集合ではなく役割と構造の組み合わせなのだよ。なるほど。今回で青赤の見え方が大きく変わったよ。では
次の戦術でまた青を構築の原理を学び続ければ、どんな統率者でも勝ち筋は見えてくる。諸君のデッキにも健闘を祈る。